阿部松さんのドリッパーをご紹介します。大きい方です。で、中が黒。で、これはコーヒーをこう直接こうドリッパーを置いてコーヒーを入れることができます。私の場合は受けを置いてこうドリッパーを置くんですが、このままでも全然安定します。なのでこのままでいきますか。何？違う。あ、違った。うん、ちょっと違う。ここを一回ここをさ、じゃあもう一回やり直しで。一旦切って。ここのさ、ほら、ぷちゃぷちゃぷちゃって。こういう感じで入れていくと簡単にこのだいたいこのカップで150、182杯ぐらいかな。だからこのカップで2杯結構多めに入る感じです。なので朝1杯飲んでもう1杯軽く飲もうっていうお家か2人暮らしの方とかいいかもですね。でこれ電子レンジと食器洗い機使えるので、まあ帰ってきてから飲みたいっていう人いるかわかんないけど、まあその人にもいいかもです。こういうちっちゃめの片口ってどう使いましょうってお話なんですが、お家で熱燗をやる方はまず丼をご用意いただいてお湯を張ります。でここにチャポンとして置いて日本酒をこのように入れます。このぐらい入れます。でぬるぬる飲む感じ。温まるのでじんわりこう電子レンジでチンするとむせるような日本酒になってしまうんですが、こうやってゆっくり缶をつけると温まりますし、ゆっくりじんわり温かくなる感じで、ぬる缶よりも温かいし熱燗ほど熱くないしいい加減なんです。でこれをこの3月29日からキヨで個展をやっていただく阿久津さんのぐい飲みに入れてみたいと思います。では熱燗が温かくなってきたところを確認して、なんかこう熱湯を入れないんです。熱湯じゃなくてちょっと温かいかなぐらいの80度で、これで缶つけられるんですけど、まあこれ 70ml だったかな。でこれとこれがなんか見た目相性良さそうだったので、まあこういう感じで1杯で90。これ結構大きめだから70ぐらいがいいのかな。70ぐらいで2杯こういう風に使います。熱燗編です。次はこの片口を使って、ちっちゃいので口がついてる。どうしようって言ったらやっぱり麦茶入れて足して飲むやつとか、めんつゆ、おそうめんの時期なんてこれ水割りお水割る用のやつとかだし入れたりとかもできるんですが、この緑をいけるみたいな、緑いけることあります？うちはこう水耕栽培してるから伸びるとチョキッと切ってまた水さすとくとまた増えるんですけど、こんな感じかな。逆か。こうやって刺したり
こういう感じ。こうやって緑を置いたりとか、一輪挿しの方がいいんだろうな。本当は今チューリップしかないから全体合わないだろうなと思うんですけど、この片口の部分にこうお花をちょこっとしてあげるとまあ可愛いんですよね。こういうことなんです。ちょっとお花が大きいからあんまりよく見えないかも。あとはもうこれはこの小ぶりなサイズ、せっかくだからまあ一番使うのはドレッシング作った時とかかな。あと水割りの時が使いやすい。この山田さんのサーバーショートすごくちょうどいいサイズなので、サーバーショー入れでもいいんですが、ミキサーで作ったようなドロドロドレッシングみたいな、ここからやるとキレが悪いんですよ。だってドロドロしてるから。でもここにこうサーバーを置くことでこう取り出しやすい。かけて食べてね、かけて食べてねっていう時にちょうどいい。まあこんな感じでしょうか。このサイズって難しいかなと思いがちですが、水割りの時、そうめんのお水割りする時とか、あと焼酎の水割りする時とか、ちょっと持っとくといいサイズなんですよね。コップサイズなんですけど、ミルクウォーマーには大きいです。私帰りのフランスの飛行機なんですけど、シャルル・ド・ゴールから北京まで、北京から成田までっていう経由地で、最初の北京までは3列シートの端っこで隣いなくって、その隣もいなかったから横になって帰ってこれたんですけどね、その次の北京成田がもうものすごく太った人が隣にいて、私真ん中の席で予約するの忘れて、座席の。で、窓側がずっと来なかったから、ああよかった逃げれると思ってたんですよ。で、その太った人って 1.5 人前ぐらいあって、もう隣のバーが上がってる状態で、ほんともうすごい人半分ぐらいしか隣の人座れねえじゃんぐらいになってて、そこが私の席なんですよ。で、やっと、もう搭乗手続き終わって端っこ行かれるかなと思ったら、ハーフのかっこいい男の子が窓側に来て、もう3時間半私はぎゅうぎゅうの座席で足もお尻も動かすことができないっていう状態の飛行機に乗ったっていう残念な話でした。